はい、ということでね、今日から幻冬士がランクマに追加されたということでね、ピエロと幻冬士の相性がどういうものなのか、ピエロで戦っていけるのがね、やっていきたいと思います。はい、まあね、今回はね、音声後取りにしてるんですけど、やっぱ幻冬士とね、ゆっくり解説していきたいと思ったのでね、音声後取りにしております。はい、まあ結論から言うんですけれども、まあ幻冬士とピエロの相性は、まあきついっちゃきついけど、超激キツではないって感じがね、俺の結論だと思いました。はい。正直ね、幻冬士って通常攻撃が当たった時にあれが解除されるんだけど、それ以外はね、蓄積されるんだよね。ボンボンの0.5 だったり、0.5 ダメージだったり、スタン系だったりをね、蓄積するんだけど、ピエロのダッシュもスキル判定になって蓄積されちゃうんでね、だからね、そこをフラホで合わせられると、ちょっときついかなーって思いました。けどそれ以外は正直ね、ピエロ、フラホって言うてね、クールタイム120秒なんで、1回のチェイスでね、そのフラホ幻冬士で2回消されるみたいなのないんで、きついっちゃきついけど、他にきついキャラなんて無限にいるんでね、ダッシュめちゃくちゃ止められる昆虫だったり、マジシャンだったり、弓使いだったり、記者だったりとか、そこら辺と比べると俺は全然いけるんじゃないかなとは思うね。でね、やっててね、思ったのが、解読をね、加速できるのがマジで強いと思った。他のサバイバーに解読プラス 10% 遅れるんだけど、それがめちゃくちゃ強いなーって感じだね。そのね、解読がなければ、いいかなと思うんだけど、それのせいでね、かなりちょっとめんどくさくなってるっていう解読がね、パニックだったり、パニックが弱体化されて、観客効果が強化されたりして、ただでさえね、解読が早い状態なんだけども、幻冬士によってね、これでまた解読が早くなるっていうのがあってね、解読の速さだけちょっときついなーって思いましたね。けど結論バンするかしないか問題だが、俺は絶対バンしないです。もう幻冬士に避けるほどバンは残っていませんし、別に幻冬士バンするんだったらマジシャンとか昆虫バンした方が全然きつくないかなーって感じだね。そこまで最悪だーって感じのキャラではないんで、俺は良かったかなと思います。はい。まだ初日なんでね、正直わからないところはあるんですけれども、これからね、どんどん幻冬士のスキル精度が上がってきたりとかあったら、きついと思うんですけど、今のところは大丈夫かなと思います。脱出マスターもね、最初はあんまり強くなかったけど、徐々にね、評価が上がってきてって感じなんだけど、あれは強化されたからね、一応。幻冬士こっから強化されることはないと思うんだよね。今ね、ランクも回ってて、ほぼほぼ幻冬士来たから、多分、弱体化されるか、何も触れられないかレベルだと思うんだけれども、強化は絶対ないと思うんで、幻冬士はね、強いけど、ピエロにはそこまで脅威じゃないかなって感じですね。いて嬉しいかって言われると別にそこは嬉しくないんだけど、別にそこまでって感じです。はい。なんだろうね。人によってでも意見は違うと思うんだけど、解読が早くなるのが俺が一番嫌だったかな。これ見て。はい。これ当てるじゃん、ダッシュ。で、蓄積されてます。で、ここで、はい、幻冬士がフラホでロケットダッシュのダメージを消す。これできるっていうのがね、幻冬士が嫌な、とか強いって言われてるんだけどね。正直そうなんで、さっきも言ったけど、フラホ120秒クールタイムあるんで、こっから120秒間は幻冬士、ピエロにほぼほぼ何もできないんで、フラホさえなければ幻冬士めちゃくちゃ追いやすいんで、あのキャラ。だから、120秒に1回確定で消されちゃうけど、そっからはほぼアイテムがありません。占い師みたいなもん。袋を使った占い師だったり、脳幹師だったり、そんな感じで、ほとんど効かないんで、ピエロには。
まあそこにおいては全然マシかなと思うね。一回出し消されるぐらいはもう本当に何でもいいんで、まあ絶対バンしないなーって感じだね。改めて試合見返してみても。けどピエロ以外使ってる時はかなり強いってね感じた。達人観戦とか見てても幻冬士が活躍してるシーンがかなりあって、かといってでもねかなり相性有利不利あるって思ったんだよね。はい、これ幻冬士見つけられた。でこれでまあ救助できないって感じなんで、いや全然だね。最高峰とか有志あたりのね幻冬士なんだけども、まあ、そんな超脅威って感じはしないね。まあこんぐらいかな、幻冬士解説といたしましては。けどまあなんかちょっと音がいいよね幻冬士。普通に音が好き。なんか映画の巻いてる音みたいな。ということでじゃあ次の試合も幻冬士いきましょう。はい、2試合目も幻冬士ランクマなんですけれどもね、スポーン選択を取るのを忘れてしまいました。すいません。中央に一等公開して、その、右が、ポストマンで、その下が、占い師で、はい、ということで、っていきましょう。はい。すいません、スポーン1は本当に。で、このまま、まず一等公開師を狙いに行ったんだけどもいないんで、ポストマンを追いに行こうかなって感じです。はい。けど、さすがに2試合連続、幻冬士いるのに初手追わないのはなんかもったいないなって思ったんで、まあ、このポストマンに一撃与えた後、まあどうせなら幻冬士追ってみようかなって感じで幻冬士をね追いに行きます。はい。まあさっきは全然チェイス関与できなかったんで、今回はファーチェ関与させたいなって感じで追いに行っております。はい。幻冬士はどこにいるかな。強い2階建ての方にいると思うんで、これ占い師。はいはい、幻冬士ここでいたんで幻冬士を追ってみてます。はい、幻冬さん。何をしているって感じでこれフラフォねよくやれたんだけどちょっときつかったねって感じで、はい、これでね一撃入った。まあダッシュしちゃえばカシャカシャ中はもうほんと適当にブルンブルンやっとけばレディーファウルみたいな感じで当たるんで大丈夫なんだけど、まあ、逆に言うとこのダッシュ中以外はちょっときついかなって感じだったね。ファーチェはでね、なんかちょっともうファーチェ飽きたんで違うキャラを追いに行っております。はい。まあでも幻冬者この後ねちょくちょく活動していくんで、はい、ここ袋を使われたんで透かしているんですけれども、袋の効果時間が長いこれ当たらないかけどポストマンが乗り越えてくれたんでここはダウンと。いやー危なかったね。いや俺さ最近まで占い師ずっとバーンしてたんだけど、やっぱり占いバーン外してたまに来るんだけど、いや占い師余裕だなーって感じだね。なんで今までバーンしてたのかがわからないレベルで、正直占いバーンしてる人はね俺外していいと思います。はい、他にきついキャラ全然いるんで、占いは本当にバーンいりませんってぐらい今は占い師余裕でいけるんで、ピエロは悩んでる方、占いバーンしてるけど他のキャラバーンしたいなって方がいたら、俺は全然占いバーン外して違うキャラバーンするがいいと思います。はい。なんか昔からの名残でさずーっと占いバーンってあったじゃん。だから俺ずっとその名残で占いバーンしてたんだけど、やっぱり占いもかなり弱体化されてるから全然余裕ですね。一回袋入っちゃえばもうその後なんてただの人なんですよ。人です。ということで、ここはポストマン釣り入って幻冬士なんだろうな、正直性能よくわかんないよねって方いっぱいいると思うんだよね。いや俺も最近までマジでそうだった。実装からランクマまで早すぎる、そして性能が複雑すぎるってのがあってね、ちょっとあれだったんだけど、まあ簡単に言うとサバイバーとか自身とかを記録できるで暗号機も記録できます、ゲートも記録できます、加速入ります、暗号機加速だったりで、記録時間中は通常攻撃以外でダウンしてません。でも記録が終わったタイミングで一気にそれがバーンって、はい、入ります。はいってぐらいね、言葉で言っても全然伝わらないぐらい複雑なんですよ。
だからね、これは実際使ってみるのが一番いいと思います。シングルトレーニングモードだったり、1on1 だったりで、使ったりマルチだったりね、使えば全然すぐ理解できるキャラなんで、言葉だと難しいけど、使えば全然理解できるキャラなのでね、ぜひともね、使ってみることをお勧めします。ちなみにロケットチェアにもね、記録できるみたいで、いや、すごいね、いろいろなことができるキャラなんだけども、だからこそ連携が難しいってのもあって、やっぱり、2パ2パなんで、有志以上は。そこら辺まで来ると連携がかなり難しいキャラなのかなーって思いますね。だからユニ4パとかの幻冬士はめちゃくちゃめんどくさいと思う。逆に言うとね。だけど、こんな感じで、突撃しちゃえば、幻冬士カシャカシャ間に合わないんでね、ピエロに早すぎて。で、フラホモネン吐いたんで、これはもう確実にダウン。って考えると、やっぱチェイス、ピエロにおいてはチェイスはそこまで強くないかなって思うね。ピエロ戦だとチェイスよりも、暗号機加速だったりのがきついなって俺は思います。で、ここは占い師を追って、勝ちかな。はい、占い師ももう袋を吐いた後なんで、もうただのね、一般人と、もう俺と変わらない占い師ってことで、ここで3人ダウン取って、勝ちということで、幻冬士ピエロでした。またね。